welcome to the first online interview hosted by the London Karate Club. I'm Chris, and with me is Jai. We're two of the organisers at the club, and of course we really couldn't have asked for guests of any higher profile in the karate community. Joining us are Nat-chan and Kawase Masayoshi, directors of one of the largest online communities for karate, Karate Club, and I'm sure many will know Kawase as having been the 68th, 69th and 70th Meijin. Not only that, but in 2024, Kawase won each of the 3 major competitions in Japan, something that hadn't happened in 28 years. But for the sake of introducing themselves to our own community and to karate communities in Europe and around the world that might not have interacted with them yet, I'd like to ask both Nat-chan and Kawase to give their own introduction and say a little bit about their history with karate. じゃあ先。はい、先に。はい。皆さんこんばんは。日本だとこんばんは。海外だと何なんだろう。こんにちは。こんにちはかな。はい。改めて川瀬正義と申します。紹介にあった通り、名人を、3期務めて、昨年はタイトル戦を制覇していたんですけど、今年はちょっと全部負けるというそんな感じで、ギリギリの勝負をいつもやっているものです。で、カルタ始めたのは、かなり小さい時、4歳から始めていて、正直始めた時のことはあんまり覚えてないんですけど、母と、百人一首って日本の伝統として、家に置いてあったりするものなので、それでちょっと遊んでいた時に、すごいちっちゃい僕は興味を示して覚えて始めるみたいなことをやって、で、ずっと続けてここまで来たっていうような感じになってます。よろしくお願いします。こんばんは、こんにちは。カルタクラブの、なっちゃんと申します。カルタクラブの中だと結構裏方のお仕事をしていて、例えばYouTube の動画作ったりとか、ウェブサイトを作ったりとか、発信活動をしたりとかしております。で、A 級の、5段ということで、競技カルタって A、B、C、D、E、F まである。正式にはいいかな。級がある中で一応級をやらせていただいています。で、カルタを始めたきっかけっていうのが、始めたのが高校になるんですけれど、皆さんちはやふるって知ってますか？アニメとか漫画とか見たことある人って反応聞きたいんだけど、ちょっと皆さんのコメントが見れないのでわからないんですけれど、そのちはやふるの中で藤崎高校っていうちはやの、学校のライバルの学校が出てくるんですけど、英語になってるのかな、ちょっとわかんないんですけど、その藤崎高校のモデルになった富士高校っていうのが実際にあるんですね、静岡県に。そう、私静岡県出身なんですけど、でその富士高校のカルタ部出身です。そう、富士高校が、すごい教育カルタ部が強い学校だったので、中学まで私卓球をやってたんですけど、高校に入ってなんか新しいこと始めてみたいなーって思って、で部活動見学、4月に日本の学校は始まるんですけど、4月に高校に入った後に部活動見学っていうのがありまして、そこで先輩に勧誘されて、でお菓子とかジュースとかを出されて、カルタ楽しいよみたいな感じで勧誘を受けて、それにまんまと引っかかりまして、乗せられて競技カルタ部に入ってカルタを始めました。今日よろしくお願いします。It's great to know that the bribing works. Maybe we need to try that to get new members. Give them some juice and snacks. That would be great. So thank you both for your introductions. If we could start by talking about your work for Karate Club, particularly the kinds of events that you host. I ask that I think in Europe, clubs will attend different conventions to introduce the game almost from scratch to an entirely new audience. I think today, actually, the club in Hungary said that they were attending the Budapest Comic Con and providing workshops while also giving a stage presentation about karate. So perhaps a question for Nat-chan to start. What kind of events do you host in Japan, and how are these events generally received?
はい、ありがとうございます。カルタクラブではオンラインとオフライン両方、活動しておりまして、どっちから行こうかな。オンラインの活動だと、オープンコミュニティ、ディスコードを使ったオープンコミュニティを開設しています。こちらには無料で皆さんディスコードアカウントがあれば入っていただけて、でそこでいろんな、情報発信、質問をしたりして、でそれにみんなが答えたりとか、そういった交流とか、あとは競技カルタのなんか情報とかをね、発信していく場所として提供しております。はい、であとはウェブサイトとか YouTube とかの、運営もしておりまして、そこで主に初心者向けになるのかな、無料で見れるものは。はい、競技カルタの始め方だったりだとか、あとは決まり字の覚え方だったりだとか、そういったコンテンツをたくさん作って公開しております。はい、であとは、これ有料になるんですけれども、カルタクラブルームというオンラインサロンって言って通じるかなオンライン部活動をやっております。その中では入った人しか見れないんですけど、川瀬正義がカルタ強くなるためのこうノウハウとかをこう伝授したりだとか、あと会員そのオンライン部活動のカルタクラブルームの部員限定の練習会をやったりだとか、あとは合宿やったりだとか、そういった活動をしております。はい、で他にも、オンラインのオンラインじゃないオフラインの方で行くと初心者向けに教室を開催していたりとか、月4回ですね。あとカルフェスといって主に競技カルタ初心者の方向けのイベント、お祭りみたいな感じですね。簡単な大会と、あとカルタをテーマにしたいろんなワークショップ、例えばカルタの札のしおりを作ったりとか、あと札払いシューティングって言って札をこう払い飛ばしてどこまで飛ばせるかみたいな、そういったゲームだったりだとか、そういったものを開催していて、より広く競技カルタっていうのをたくさんの方に広めるような活動をしております。はい、なんか補足あります？多分皆さん英語の情報とか、日本語じゃない情報がほとんどないって思って結構困ってると思うんですけど、実はですね、日本語の情報も足りてないっていうのがありまして、それがあってもう4年前とかかなに始めたのがカルタクラブっていう団体なので、日本語話者でもやっぱり初めて競技カルタやってみようとか思った時に何すればいいんだろうみたいなのって全然情報がなかったんですね、当時。なので、こうやって活動していく中で初心者が、競技カルタってものを知るのはもちろんなんだけど、知った後にじゃあどうやってやればいいんだろうみたいなところがちゃんとインターネットで調べれば分かるようにせめてみたいな感じで活動してきたっていう背景があって、なのでウェブサイトとか YouTube とかでカルタクラブで情報を出してるよっていうイメージを持たれてる方も多いんじゃないかと思うんですけど、そういったところが出発点で今こうやって活動を続けています。はい、補足でした。Yeah, I do think character is something that really takes a lot of determination for people outside of Japan because the information is quite scarce. I do think that in London, especially, we're very fortunate to be based in a huge international city, as being a city with high-ranking universities and job opportunities means that players with a considerable history of playing karate in Japan will often come through our club and share their experiences. I'm sure he won't mind me giving him some of the spotlight, but a great example at our club is Yosuke, an AQ player who has a similar passion for growing karate overseas and will be very happy to act as a judge for our first licensed tournament this year. It's not only how they help with playing the game, Yosuke is also a teacher, which I'm sure helps him to explain concepts between cards, which is incredible. But the knowledge that they bring from having been members of Japanese clubs for years and years
things like practice methods, schedules, etc. Like hearing Nachan and Kawase say the different things they host in events, like trying to swipe the card the longest. Like it's just something fun, but it also does help with the movement you need to make in order to perhaps reach the furthest cards. It's all incredibly valuable to those of us trying to organize our own sessions and events. So yeah, I know that you've worked with some players in the US to help with translations for videos, and you have English language guides on your websites. But do you have any further plans or ideas on how to collaborate with the character communities overseas? コラボレーションの予定は今特にないです。ないので、ぜひ何かね、一緒にやりたいっていうことがあれば、今日のオンラインインタビューみたく声をかけてもらえると嬉しいなと思います。なんか、そうですね。うん、日本、さっき日本の情報発信してるって言ってたんですけど、日本語で精一杯みたいなところが若干あるのが、我々の実態ではあるので、もっとね、英語で発信していった方がいいよねとは思ってはいるものの、なかなか手が回ってないっていうのが現状です。で、1個あるとすると、なんですかね、決まり字カルタって言ったのかな、決まり字百人一首っていう札を、今、ひらがなで、カードの左下かなに決まり字を書いているカードを作って、日本国内で売っているっていうのをやってるんですけども、これのローマ字版あった方がいいよねっていう話は自己としていて、これをちょっと作るか作らないかみたいな話を今しているところではあります。なので、ぜひね、本当にローマ字でいいんだっけみたいな心配、アメリカの広本さんと話したときは、ローマ字がいいと思いますよって話にはなってるんですけど、もし何か意見があれば、そういうのもいただけたらいいなと思っております。そうなんですよ。100人競技カルタやるときって、決まり字覚えるの大変じゃないですか。なので、決まり字100人一首っていう、本当に決まり字を覚えながらとか、覚えなくても、競技カルタっていうので遊べる商品を作ったんですけど、今、日本なんですよね。ローマ字もあったら、皆さん使いますか？欲しいですか？そう、ちょっとせっかくの機会だから、コメントはぜひ作ってほしいです。ドイツ人はローマ字です。ドイツはローマ字なんですね。そっかそっか。そう、今ね、作ろうとしているんですけど、実際にこう、ね、海外の人じゃないし、実際どうなんだろう、なんか使ってもらえるかなみたいなとこもちょっと不安だったりするので、皆さんの意見、ぜひ聞かせいただけたらなって思ってます。まず、翻訳する前に私からもフィードバックをさせてもらいますと、私自身が日本語話者で、日本でカルタを始めて、イギリスでまた初心者の方が始める際にちょっと教えたりする立場にもあるんですけれども、確実にローマ字の決まり字の札は使います。もう本当になかったら困るというレベルで使うので、需要は確実にあると思います。今コメントでも、来てると思うんですけれども、それこそ本当にシールでローマ字を書いて左下とか右下とかに貼ってっていう感じで使ってます。One of your aims, maybe your ultimate goal, is to turn karate into a professional sport. And this does piggyback on something they said about being at the kind of limit working with other Japanese clubs. This aim to turn karate professional is something that was talked about a lot in the recent documentary on TBS in Japan, in which Kawase was the subject. So, continuing with that topic, professional sports are made almost entirely from sponsors, and sponsors appear when a sport has enough players and spectators. So, do you think that the communities within Japan, as they are right now, offer enough to realistically make this happen, or do overseas clubs have a role to play potentially as well? 実現できる可能性はあると思いますし、実際スポンサーっていう意味だと、すでに名人戦とか、ちはやふる小倉山杯っていう、大きいタイトル、あと高校選手権についていたりはするので、もちろん選手がご飯を食べていけるほどの金額ではないんですけれども、興味を示しているスポンサーさんっていうのは結構すでにいる状態です。
なので、その規模をこれからどれだけ大きくしていけるかっていうのが、我々がやらなきゃいけないことなのかなと思ってます。で、それには、おっしゃっていた通り、競技人口を増やして、あと観客ですね、増やしていかなきゃいけないっていうのがあるとは思ってます。で、多分、競技人口は結構増えているので、一番問題になってくるのは多分観客なのかなと思っていて、カルタの試合って結構、映像で見てもよくわかんない。やってないとかなり難しいところがあるなと思っていて、そこを、どれだけわかりやすく伝えて面白く見せられるかっていうのが、個人的には一番大きな課題で、一番チャレンジしなきゃいけないところなのかなと思ってます。で、海外の方、皆さんに、できることとしては、やっぱり海外での競技人口が増えていくっていうのが、一番結局、日本国内に閉じてしまっていると、スポンサーさんも、そこまでかなっていう風になってくるのが、だんだんどんどんと、外に、海外の人にもアプローチできるってなると、やっぱり魅力度が変わってくると思うので、そこは大きいんじゃないかなと思ったりします。プロ化のメリットといい点悪い点。いい点悪い点。そうね。いい点としては、やっぱり、こういう競技カルタに関する情報が少ない、英語にもなってないっていうのも、やっぱり、お金が回っていない、やっぱりカルタについて時間を使って情報発信するっていうことの、メリットみたいなのが、そこに時間をかける意味みたいなのが、薄いっていうのがあると思うので、やっぱりプロ化することでそういった情報とか増えていくと思いますし、やっぱりもっとみんなが知って、もっとみんなで楽しめるっていうような状況が作りやすくなるんじゃないかなと思います。で、デメリットとしては、今までのカルタの世界とは変わってくる。日本国内の話になっちゃうかもしれないんですけど、例えば、ルールとかが結構曖昧なところもあったり、セルフジャッジしなきゃいけないとかいうところがあったりもしますので、そういったところを変えていかないとなかなか難しいよねみたいな話があったりとか、そういった形で今までとはちょっと違うことで、もっと違うことをやらなきゃいけないというところに抵抗を覚える人たちっていうのは結構いるのかなとは思いますね。コメントでも先ほど最初に川瀬さんがおっしゃったように、オーディエンスとして、その観客としてカルタを見るのにはやっぱりちょっとハードルが高いというか、すごく早いという感想以外、その実際にその場での、それこそ名人戦みたいにその場で今こういう札の配置ですよっていう説明がされないと、その早いという要素以外にやっぱり引きつけるフックが少し少ないのかなっていうコメントがありました。Going on to another topic outside of professionalism, something that I'm sure many people will be interested in is Kawase's recent matches, most notably against Jimmy Sojiro. In February, as the challenger, Jimmy won against Kawase 3-0, with two of the games coming down to Unmei-sen, the luck of the draw. And a month later, in the All Japan Championship, Jimmy won again by just a few cards. So Kawase, what's your thoughts on that specific matchup against Jimmy? Is it something about his playstyle that makes him particularly difficult to play against, or was it to do with your own play on the day? 特に名人戦の方はちょっと調子が悪かったかなっていうのは後で試合を振り返って動画で見て思った部分もあるんですけど、もともと地味選手に対して相性が良くない、どう相性が良くないかっていうのを説明するのすごく難しいんですけど、結構昔から対戦していて、対戦成績が悪い選手ではあるんですね。なので、そういった中で、そういう結果になったっていうのは、そんなもんかなっていうような気はしなくもないです。で、運命戦が2回あったとかいう話もあるんですけど、昨年、タイトル制覇した時も、運命戦2回ぐらいやっぱり出して、勝って、タイトル制覇してたので、その前の年がすごく運命戦よく出て、運が良かった年だったっていうのの、反動だと思ったら、それもしょうがないかなっていうような感じではあります。I think a natural follow-up is to ask, is taking the Meijin title back your number one goal in the short term?
And do you think you need to do anything differently in order to achieve it? はい、そうですね。目標は、まず予選を通過することとかから始まるのかもしれないですけど、やっぱり1月の名人戦で、名人を取り返すっていうのが一番の大きい目標にはなると思います。で、それに向かって何しなきゃいけないかっていうと、カルタ強くなる上で、上達するにあたっては、やっぱり変化っていうのは避けられないものなので、勝ってる時も同じなんですけどね、負けたから変えるというよりは、常にこう進化し続けるっていう意味で、いろいろ変えていく。で、今回負けっていう結果もあるので、ちょっと対策的なところ、地味選手に勝つためにはどうすればいいのかっていうのを考えて、少し変化をつけていくみたいなことは、やらなきゃいけないですし、すでに取り組み始めてはいます。はい。Something I did want to do with these interviews is to inform those of us outside of Japan, and in my case, those with a Japanese language ability that equates to using DeepL, about the ongoing discourse about the game inside of Japan. So in your Character Club Discord recently was a long discussion about character being mostly self-judged and the problems that arise because of that. So could you introduce that issue to us and talk a little bit about what you both think of it? はい、このセルフジャッジの話はすごく難しくてですね、日本の、大会でですね、結構、こう、譲るっていうんですか、話し合い、主張をし合って、それで、分かりましたって言って、相手の取りっていうことで譲るっていうシーンが、そういうことしなさいっていうふうに教わりますし、そういうふうにしてくる選手がかなり多いんですけど、そうではなくて、全く譲らないで、最悪の場合は嘘をついている。本人が取ったと思ってない。だから、取ってないことが自分でも分かってるんだけど、嘘ついてそのまま主張し続けて、それが通ってしまうみたいなことが、あるので、これに対してどうしましょうねっていう対策が、今まで全然取られてないですよっていうのが、背景にあります。で、こういう時に、やり方としてはやっぱり一組一組、対戦に対して審判はついてはいないんですけども、大会で、周りにはスタッフ何人かいますし、ずっと話し合いしていると次の札読まれないので、そういうところにはスタッフが審判として仲裁に入ってどっちの判定ってやっていく中で、どうしてもなんですか、主張が続く場合はそこに審判が横から見るような形に、なっていくんですね。なのでそういう対応のところを実態としてそういう運営のされ方をしているので、大会でこういうことがあったら、そういう審判に助けてもらうじゃないですけど、見てもらいましょうねみたいな話をしていました。で、これが事実ベースの話で、じゃあ今後どうしていくべきなんだっていう話でいくと、大きい大会だから、名人戦とかそういうタイトルクラスの試合は、審判ついたりとか、ビデオ判定入れたらいいと思うんですけど、やっぱり、B 級の大会、C 級の大会、D 級の大会みたいなところで、一人一人の対戦に対して審判がつくっていうのは、なかなか今のやり方だと現実的ではないので、この運用はおそらく変わらないんだろうなとは思います。なので、今の形式、同時に何組も試合をして、そこで、試合を進めて結果が出る。で、そういうやり方をしていく。で、そのやり方しないと、やっぱり多分今度大会に出る機会とか、大会に出るためのお金のかかり方とかが全然変わってきてしまうので、また、それはそれで問題だと思うので、今のまま行くんだろうなっていうふうには、個人的には思っています。まずは、回答について今非常にそのクリスから私その翻訳者の私自身に対して結構不名誉なコメントをいただいて、私が結構揉めるタイプでクリスがあんまり譲るタイプなので、やっぱりゲームのなんと言いますか、そのルール上とかどうやって教えられたかだけでなく、その人の本人の性質、やっぱりスポーツをするにあたって本人の性質も出てるんじゃないかなっていうのコメントが今上がりました。それとやっぱりその競技カルタが人気を博すにつれて、やっぱり文化的活動としてのカルタとスポーツとしてのカルタのやっぱり分断、例えばイギリスとかサッカーの状況とかを見たりすると、やっぱりそういう議論ってどんどん白熱していくんじゃないかなと思います。
そう、最後の質問に、お時間も本当に残り少ないので、最後の質問になるんですけれども、チャットの方で自主練について質問が、というか、もう議論がたくさんありまして、海外にいる以上、やっぱり近場に、カルタ会がない、練習する相手もいない、練習する相手と同じ国にいても同じ町にいないという状況が結構多くて、その自主練をする方がやっぱり圧倒的に多いのかなっていう印象があるんですけれども、お二方からそのやっぱり自主練する上で何かアドバイスだったり、そういうアドバイスなりをいただけないかなと思います。カルタの練習、やっぱり、暗記して、音を聞いて、札を通る、体を動かすっていうところまでの一連の流れをやらないとやっぱり練習にならないので、一人で試合をするっていうのが、一番の練習になるかなと思います。なので、多分皆さん一人でやられてると思うんですけど、多分それがベストな練習方法です。で、この時に、送り札とか、なんだろう、相手がいるから変わることっていうのは、確かにあるんですけど、札を移動する、だから移動した札を暗記するっていうことさえ訓練ができていれば、B 級ぐらいまでは、問題なく上がれると思います。なので、きちんとそういう、札を移動させて暗記を更新し直すっていうところは練習しつつ、やっぱり一人で取り続けるっていうのが、大事なのかなと思います。で、あとはスピード感。結局、どれぐらいのスピードで取れば取れるんだろうっていうところが、一番の難しいところにはなっちゃうんですけれども、動画で試合を見たりとか、あとはやっぱりたまに多分実践の機会があると思うので、同じクラスの選手でもいいですし、上のクラスの選手とできれば取って、これぐらいのスピードで取るんだっていうのを体験して、それをしっかり覚えておく。このタイミングでこの札は取るな。3時ってこのタイミングなんだな、みたいなところをきちんと体で覚えて、持ち帰って一人で練習するっていうのがすごく大事かなと思います。一人撮りじゃなくてもできるかもしれないんですけれど、ぜひカメラを置いて、自分の払いとか構えの姿勢とかっていうのをカメラで撮影してちょっと見返してみるってこともするといいかなって思います。今最近だともう YouTube 上にたくさん日本の動画になるんですけど、試合動画上がっているので、自分の体型と似ているような人、あとは憧れの選手とか、そういった方々の構えを参考に自分はどれくらいできてるのかなみたいなのを確認しながらできるとよりいいんじゃないかなと思います。はい。じゃあ、お二人とも、カさん、なっちゃんさん、今日は本当にありがとうございました。海外から日本国内での競技カルタについて、本当に豪華なゲストのお二方からお話を聞く貴重な機会になったのではないでしょうか。私も本当に大変勉強になりました。それから私自身も初めての通訳でいたなる箇所が多々あったとは思いますが、温かく見守ってくださりありがとうございました。ロンドンカルタ会ではこれからもその内外のカルタコミュニティとの交流を深めるべく精力的に活動してまいりますので、ご支援ご鞭撻のほどよろしくお願いします。最後にはなりますが、その川瀬さんとなっちゃんさん、そのヨーロッパはじめ海外のカルタプレイヤーに向けて一言メッセージをいただけますでしょうか。こちらも呼んでいただきありがとうございました。我々としても海外に普及していく、カルタを広めていくっていうのはすごく大切な活動の一つだと思っているので、ぜひこうしてまた交流できる機会があることを楽しみにしています。カルタクラブとしても競技カルタを世界に発信していくってことはミッションの一つでやらせてもらっているので、いるんですけれども、本当につながりが海外とのつながりっていうのが少ない状況なので、ぜひ SNS、インスタグラムとか X とかやってますので、フォローいただき、DM とかもらえると、今回もね、クリスさんから DM をいただいて、こういった素敵な機会をいただけたので、そんな感じで皆さんとつながれたらいいなって思っております。今回主催していただいたクリスさん、そして翻訳いただきまして、であとはたくさんの
視聴者さんがいるみたいで、本当に皆さんに感謝しています。ありがとうございました。ありがとうございました。Again, thank you very much for joining us, and thank you to people who turned up and commented. It was great to see so many people in one place for this interview. If you like these kind of interviews with figures in the Karta community, do subscribe because we do have some important people in the community in the AJKA. So I'm sure those will be very interesting as well. So thank you again for joining us. Thank you to Jiaying for translating. And yeah, we'll see you everyone next time, hopefully. またよろしくお願いします。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございましありがとうございましたた。